はい、日曜日お昼の配信でございます。よろしければお付き合いのほどよろしくお願いします。昨日の夜に、配信をいたしまして、そこでですね、面白い流れになりまして、いろいろお話をさせていただいたんですけども、反響もあり、そこでですね、ちょっとやっぱり、基本的なところが伝わってないんだなっていうのを改めて感じまして、もう今日はもう、ちょっとこれ話しとかないともうどうしようもないんだなと、伝わっているものだと思っちゃってたんですけど、やっぱり全然伝わってないんだっていうことを改めて感じまして、本日、はい、こういうテーマで、もう話そうと思ってます。はい。精神世界で、精神世界を学ぶ前に知っておいてほしい。はい。そもそも私とは何かっていう、ここを、もう、本当レッスン1でやっていこうかなと思っている次第でございます。はい。で、非二元とかさ、ね、私はいるのいないのだとかって、それを言う前にさ、その探してるのあるのかないのかを確認しようとしている私って何なのって話なんですよ。それも分からずあるんですかないんですかだとかね。あることが前提でこうだよね。ないことが前提でこうだよね。みたいな話になっちゃってて。だから、私とは何かっていう、この問いがそもそも伝わってないんですよ。で、いや、私いますって、ね、私がいないってわからないんですって言いつつさ、じゃあ、私があると思ってるのね、その私って何のことなのって聞いてるのに、その問いが伝わらないんだよね。で、みんな、僕がそもそも私とは何ですかって尋ねているのに、ここを答える人ばっかりなんですよ。ねえ。体でしょ、意識でしょ、だとか、記憶でしょ、感覚でしょって。いや、それは、ここの話だよねって。僕が尋ねてるのは、だから、こっちよって話なの。ああ、これ何って。これ通じるねえ。これ本当に通じないのよ。問いが。でさ、昨日もね、池田明子さんの、話が、出てきたから、はい。前から紹介してる池田明子さんの、その、私とは何かっていうのはどの本にもね、池田さんは書かれているんだけど、はい。この残酷人生論の私とは何かっていう章があるんで、まずはこれ紹介するとこから始めようと思います。はい。ゆうゆうさんがね、今まで考えたこともなかったのでって、そうだよね。それぐらい、あの、ちゃんと考えたことがないものなんですよ。だから問いも通じないっていう。はい。ここのね、一つの章だけちょっと紹介します。はい。私とは何か。私にはそれが不思議でたまらない。時に頭のネジが、外れるという感じになる。なぜこんな妙なものがあるのだろう。というこの問いの意味、ほとんど人に通じない。世の人、口を揃えて私とは何かと問うているにもかかわらず。確かに池田何がしは妙な人間である。しかし、私が妙だと言っているのは、池田何がしのことではなくて、
私とは池田何がしであると言っているところのその私とは何か。それが妙だと言っているのだ。かなり妙でしょ？普通に人が私とは何かと、私とは何かという問い方で問うているのは、実はあれ、問いではなくて答えなのである。私とは何かと問うているところの私は、自明の前提としてそっくり信じられているのであって、とは何かのそこに、ほとんどの私、本当の私はこんなじゃないとか、もっと自由に生きたいのにとか、何かその手の人生訓めいた答えが来ることがあらかじめ知られている問いなのである。私はそんなの興味がない。私とは何かと私が問うときのその私は、この顔でも、この名でも、この生い立ち、性格、世界観のどれのことでもなくて、私とは何かと今まさに問うているこれは何かなのである。このいやおうなさをデカルトという人は、コギト、我思うの確実さというふうに言ったけども、彼はしかし、この問いの不思議さをさらに問い続けることをしなかった。私とは考えるものであるの、その私をさらに考え詰めることをしなかったのだ。だから、それが言うところの近代的自我の始まり。私は私だ。そうだ、私は私だ。自明なことだ。恐るべき自明さだ。なぜ世の人皆この自明さを疑わずにいるのか。私はこういう人間である。私はこう思う。私はこうしたい。私はこうしたくない。私はそれが嫌だ。私のもの、私のこと、私のしたいことを邪魔するな。人の世のいざこざとは、大体において自己主張のぶつかり合いであることは認めますよね。でも、どの自己のことを人は他人を蹴飛ばしてまでも主張したいほど確実な自己であると信じているのか。そんな確実さは錯覚だ。私は知っている。もしもそうでないというのなら、あなたが私という時のその私を指さしてほしい。どのってこのですよと鼻の頭を指す以外の仕方で示してみてほしい。私はと声高に主張し合う人々も実は主張している私の何であるかを鼻の頭を指す以上の確実さで知っているわけではないのである。いや、さらに正確には指しているのが私なのか、指されているのが私なのか、それを知ろうとしているのは誰なのか。そんなわけのわからないもの、他人を蹴飛ばしてまで主張したい気持ちは少なくとも私にはない。どこまでも不思議なのは、指示代名詞としての私というその言葉なのだ。犬という語によって誰もが一律に犬を思うように、私という語によって誰もが一律に私を思うだろう。ところで、その時の私ってどの私ですか？だって、この世の誰もが一律に自分のことを私と思っているのですよ。私のイデアって、そりゃ一体何なのです？右のような考えを言葉の遊びだというのなら、そう言っているあなたの私を言葉によらずに示してみてください。っていう、これが池田明子さんのね、いうところのこの私というものの不確実さを話したことなんだけど、朗読で聞いても余計何のことやらわからないって方もいらっしゃるのかもしれないよね。それがちょっと哲学のこう、ひっくり返っててくり返ってなってるところのややこしさだと思うんだけど、結局、みんな私って、いますって指しているのは、ここのことであって、ね。
それを所有しているところのこれって何ですっていう問いなんですよ。ここまでよろしいでしょうか？はい。そんなこと考えたことないよっていうね、方多いと思うんですよ。はい。で、私とは何かなんて考えたことのない皆様のために、はい。大抵の人は私というものをこう定義してるんじゃなかろうかというものを先に用意いたしました。はい。これセッションなんかでね、この非二元の、ご質問いただくときによくご説明することなんですけども、はい。多くの人、こういうふうに思っているんだと思います。はい。私とは、今ここにある、体や精神活動を司る主人であり、その主人の思惑が行き渡る、届く範囲までが私であって、届かないところが私以外、つまり他者になる。はい。ね。おそらく、その境界は皮膚であり、皮膚から内側が私であって、外側は公になる。ね、私以外になる。はい。この主人が霊魂であると。こんな風に考えている人が多いと思うんですよ。私の体であって、私が体なんですかね。はい。でですね、ここまでまずついてこれますか？まず本当に体が私だろうかとか。